こんにちは、ゆかです。今日は自分のペースを保つことの重要性。もし何かに勝ちたいんだったら、誰かに勝ちたいんだったら、どこかで大きく跳ねることを期待するんではなくって、いかに継続できるかっていうところが肝になってくるんじゃないかなっていう話をしたいんです。っていうのがね、私今8キロ減量しようとしてますよね。で、その8キロの減量しようって決めたところから、それよりも前からね、私、必ず朝20分の筋トレっていうのをしてたんですよ。ただ、最近ね、一緒にダイエットしたいねって言ってる友達と集まって、朝1時間のウォーキングをするようになったと。で、そのウォーキングの後に、友達のコンドミニアムのプールサイドで、5分ぐらいの、YouTube かなんかで拾ってきた運動をするっていうルーティンになってたんですね。ところがね、この前の金曜日のところで、少し強度、少しっていうか結構強度の高い運動をやってみたんですよ。そしたらね、その時の達成感はものすごくあったんだけれど、結果として、その頑張りすぎちゃった運動のせいで、私はずっと何年も続けてきた朝20分の筋トレのペースっていうのを崩しちゃったんですよ。何が起きたかっていうと、ずっとね、毎日筋トレやることで軽い筋肉痛っていうのはあるんだけれども、そのすごい頑張った運動をやったことであまりに筋肉痛がひどくて、金曜日の日、その運動をやった後、土曜日、1日筋トレを休まなくちゃいけなくなったんですよ。あまりに筋肉痛がひどくって、どうせそれをやってもフォームが崩れるだろうっていうことでね。で、フォーム崩れるだけじゃなくてもう本当にあの、いるだけですごく痛いような感じ、筋肉がね。だから1日休んだと。で、その次の日、日曜日は筋肉痛やったんだけれども、そこからね、ちょっと考えたんですよね。あれ頑張ったんだけど、この頑張りって、自分が今行こうとしてるゴールに向かっていくために、8キロ痩せるっていうゴールに向かっていくために、この頑張りってベストな頑張りなのかなってちょっと考え出したんですね。で、私の中で答えとして出たのが、やっぱりそこに行き着くまでの時間は伸びるかもしれないけれども、もしその結果を定着させたいっていうんであれば、私は自分で決めたペースっていうのを守るべきだと。もし、そこのところで頑張りすぎて自分のペースを乱してしまったら、結果勝てないんじゃないかな。その自分が手に入れようとしているものを手に入れられないことがあるかもしれないんじゃないかなって思ったんですよね。で、私は友達とのウォーキングを続けようと思う。で、そのウォーキングの後の運動も続けようと思う。なんだけど、私自身が今やってるゆるい運動のこの強度を上げるっていうことは、これからも慎重になろうって決めたんですよね。で、つくづくね、自分の人生振り返ってみてみても、自分の中にずっと定着しているものって、やっぱり自分のペースを変えず、変な頑張りをしなかったことばっかりなんですよ。一つ挙げると、英語学習。私は一時期、母親に英語を教えてもらってたっていうこともあって、逃げられない状況にあったから、相当頑張ったんですよ。で、そこのところでぐっと自分の英語スキルは上がったんですよね。書いたり、読んだり、話したりっていうのが、自在に、自分の必要なレベルではできるようになったと。で、そこのところから、それが20、
20年以上前になるけれど、私は自分の英語力をまあまあキープできてるように思うんですよね。で、その理由って何だろうって思った時に、私は頑張らなかったんですよね、英語学習を。今も頑張ってない。どういうことかっていうと、自分でね、よく言語の習得頑張って、まあ、結果としてどこかいいところまで行った人も、そのね、言語の能力、マスターしたものを維持するってすごく難しいんですよね。例えば私の母も、大学は60年代イギリスで勉強していた。だけど今、その気になれば言葉出てくるし、聞き取りもできるけれども、当時のようなネイティブレベルの英語ではない。当時のもう英語を話す人たちだとか、いろんな人たちが当時母の英語が綺麗だから母と話したくて、みんな母の周りにパーティーになると集まってきたりしてたんですけれど、あの時の英語を操っている母はもういないんですよね。それって多分自分の頑張らなくていいペースっていうのがつかめなかったからだと思う。で、他にもね、やっぱりどこかに留学に行って帰ってきて、英語力維持するのってかなり難しいよねっていう人たちの話をいっぱい聞くんですよね。で、時々そういう人たちは、ガーって単語帳、こなしてみようとしたりだとか、何らかのマンツーマンだとか、グループレッスンだとかの英語の学校に行ったりとか、それでね、自分の英語力をもう一度上げようとかね、頑張ったりするんだけれども、そこのところで、ずっと生涯キープできて何にも変わらないっていうケースは本当に稀。一部、私の友達とかでも英語力がキープできているのは、自分の結婚したパートナーが英語を話す人だったりだとか、そういう英語を話す環境にずっと自分が居続けるっていう選択、住む場所だったりだとか仕事だったりとかね、そういう人たちだけですね。で、私は家の中で家族で話すのはほとんど日本語だし、外行ったら英語は話すけれども、日本語の多い環境に今住んでるんですよ。バンコクにいながらもね。家族の中ではね。っていうか家族が一番喋る人なんでね。そんなに私友達いっぱいいるわけじゃないんで。で、そうした時に私ってどうやってこの言語の能力を落ちないようにしてるかっていうと、頑張らないことで維持してんですよね。頑張らないで自分の自然な生活環境の中に英語が居続けるようにしてる。例えば私は読書が趣味なので、本を読むときには日本語の本と英語の本と両方バランスよく読むようにするし、インターネットでなんかリサーチするときには日本語と英語、必ず両方の言語で同じことを探すようにする。それだとか、動画見るときも日本語と英語両方見るようにしたりだとか、なんかね、自分にとって自然なことでずっと続けられること、自分が頑張らなくていいことっていうのをやっぱり残すようにしてんですよね。で、私にとっての運動もそうで、前、一時期ね、毎日1時間運動するっていうのを自分に課してた時期もあるんですよ。なんだけど、それってどうだったかっていうと、朝早く起きて運動すると。あるいは仕事から帰ってきて朝できなかった運動を取り戻そうとするっていうと、どっかのタイミングで前の日残業したからとか朝起きるのちょっと遅くなっちゃったから会社から帰ってきてもうクタクタで今日は運動する気力すらないからっていうことで、運動をね、お休みする日が出てきちゃう。で、毎日1時間っていうのが
そのうちにね、億劫に感じちゃう時もあって、気持ちの面でも負けちゃったりすることがあったんですよね。そうすると、ちょっとやんなくなって、で、また思い出した時に頑張ってって、なかなか定着しない。だから今私は、もう何年もの試行錯誤の結果、朝20分の筋トレをずっと何年も続けてるんですよね。まあ今はね、友達とのウォーキング入ってんだけど、そういうふうに、人って自分のペースを保つって簡単なようですごく難しいなって思って、本当はね、自分が目指すところがあって、そこに向かって最大限の力でずっと進み続けるってことができればいいのかもしれないんだけれども、実際問題、この世界に自分一人だけで存在しているわけではないし、世の中には常にいろんなことがやってくる、人生にはいろんなことが起きるわけで、いかに自分の気持ちだとか体力だとか自分の環境が自分にね、反対するようなね、勢いを持っていても、このレベルだったら必ず自分がその日毎日こなせるっていうところをやっぱり知っておくのが必要だなって私は思ったんですよね。で、この YouTube も結局私はもっとね、編集方法だとか台本だとか、あと撮影する場所とかね、もうちょっと練ることもできるかなとは思う。過去少し撮影場所を凝っていろんな撮り方してみたこともあるし、編集とかももうちょっとやってみようかって思い立ったこともあるんだけど、でも私はこの、まあ、カメラ回しっぱなしのスタイルで大きな編集はせず、それを YouTube アップロードするときにサムネも、まあ、この方に乗っ取ってやろうっていうことをね、自分の中で今決めてやってるんですよね。で、そこのところって正直、本当にそういうプロとしてね、クリエイターって呼ばれるような人が、ものづくりの観点から映像を作ってる人から見ると、そんなにね、洗練されたもんではないと思う。ただ私にとっては、やっぱり、すごい力を使って、頑張って、で、時々、その頑張りが効かないような状況になって、お休みして動画が上がらないことがあるっていうよりも、絶対にこのスタイルでいけば、ずっと大きな問題が起きない限り、私が生きてる限り、私がずっと年老いても、ずっと続けられるっていうやり方がこれなんですよね。YouTube がなくならない限りね。で、やっぱり続けた人が勝つと思う。今このチャンネルだってそんなに人がいっぱいいるわけじゃないし、でも、私の中でね、SNS のあり方だとか、これからこの SNS、YouTube も含めての SNS みたいなものがどっちの方向行くのかっていうのを自分の中でちょっとした勘があって、まだ自分の時が来てないんだろうなと思って続けてる。ただ、続けないことには勝てないので、自分のペースっていうのを守ろうと思います。うん。やっぱり、ペースを守れる人が最強だなって思う。ということでね、みんなもどこかに行こうと思った時に、時々すごい結果を出せるような頑張りをするんじゃなくて、毎日コツコツと積み上げる。そういうことをね、ちょっと考えてみてもらえたらなって思います。っていうのが、やっぱりね、時々すごい結果を出せる人って、ちょこちょこいると思うんですよ。時々すごく注目を浴びる人もいると思う。なんだけど、その状態を維持し続けることができる人、自分の
ペースを崩さずに、周りがどんな風なことを言ってきても、世間がどういう状況にあっても、変わらずに、自分のすべきと思ったことを淡々とやり続けられる。そういう人ってそんなに多くないと思う。でも、もしそれができたら、やっぱりどっかね、必ず自分が行きたいところに限りなく近いところに行けると思うんだよね。自分が行きたいところに行けると思うんだよね。だから私も、運動8キロを減らすまで淡々と自分のペースを保とうっていうふうに決めているし、YouTube もすごく大きな結果が急に出るっていうことは思っていないけれども、そこを目指して淡々と粛々とやっていきたいと思ってます。ぜひ、もし何か思うところがあったら、感じるところがあったら、応援してくれたら嬉しいです。ということで、今日も聞いてくれてありがとう。じゃあねー。